こんにちは皆さん、今日は、メタバースの、プラットフォームについて、ちょっと、考えたいと思います。つまり、メタバースを、ちょっと試しに始めてみたいと思ってるんですけれども、どのような、プラットフォームを選べばいいでしょうかというふうに、考えている人、のために、お話をしたいと思います。まず、ソーシャルネットワークであるのと、それからコミュニケーションのツールであるということは、非常に大事なところかなと思います。そう考えてみればですね、そのネットワークの中でどんな人がいるのかということを考えた方がいいですね。例えばですね、誰と仲良くしたいのか、どういう人間関係を作りたいのか、どういう人脈を作りたいのか、どういう遊びをしたいのか、どういう勉強をしたいのかとか、そういうことによってですね、プラットフォームが違ってくるんですよ。いろんな種類がありますから、いろんなプラットフォームがあって、中に入っているユーザーが違うから、そこからちょっとスタートすればいいでしょうかなと思います。前のビデオに Zoom ミーティングについて話したんですけど、向こうの人たちですね、話し相手の人たちが非常に遠く感じるんですね。人の顔がただ画面上に並んでるんですけれども、ソーシャル VR の場合はですね、人たちがヘッドセットをかぶって同じ空間を共通するという気分になります。同じ部屋にいるみたいな感じですね。実際にどんな感じでしょう。ちょっと簡単なデモを見ましょう。実際に同じ部屋に入って他の人と一緒に本当に合ってるような気分になるのは本当の VR のすごさですね。じゃあ理想的なソーシャル VR プラットフォームはどんなものでしょうかね。さっきのデモでご覧になったように、実際に人と会った気分になるためには必ず VR ヘッドセットが必要になりますので、VR ヘッドセット対応可能はまず大前提ですね。実際に人と会うような気分になるならば、自分にぴったり合うようなアバターになりきって会いたい。最近はあれもメタバース、これもベタバースという人が多いですけども、実際はそれが間違ってますね。メタバースというのは新しいインターネットのことです。プラットフォームとプラットフォームがつないだら、それは最後にメタバースになる。理想的なプラットフォームはメタバースのすべてに接続できます。プラットフォームがフル VR に対応していることが重要ですが、他のユーザーもアクセスできる必要があります。プラットフォームが成功するためには、非常に豊かなコンテンツが必要です。なるべく多くの人が自分でコンテンツを作れるようなら、その結果何度も訪ねたくなるようなプラットフォームが実現できます。つまり、コンテンツを作るために、プラットフォーム上の使いやすいツールが必要です。まだメタバースや仮想現実、VR などを使ったことない方の中で、非常に難しいではないかという人がかなり多いです。そこで、日本にはまだあまり知られてないプラットフォーム、Engage という、プラットフォームを紹介したいと思います。これは、VR ヘッドセットではなく PC で使っている場合ですけれども、ログインは、数秒でできます。今回はメインエントランスみたいな、キャンパスという、ところに、入ってみたいと思います。広々したスペースに入ってきましたね。まず、この目の前にいる人は、ヘルプデスクの方です。ちょっと早足でメインプラザに行きましょう。実は画面に映っている方は僕の友達クリス・マッツェルです。A collection of linked persistent spaces designed specifically for enterprise
educational, and creative entities to have their presence on the metaverse. Welcome to the Apartment Plaza. Engage Link is not just for businesses. You can register for an account and receive your own personal metaverse apartment. And because we're in VR, everybody gets that penthouse apartment on the top floor of these buildings behind me. This is an opportunity to have friends and family over to socialize, hang out, watch movies, and have a great time. Let's head on up and see what that looks like. Down below, and in here, ここからはクリスさんは、僕らの新しいマンションの紹介していきます。とても広いスペースですね。ここは自分の好きなインテリアにして、例えば植物入れたり、いろんなデコレーション入れたり、効果エフェクトもつけたり、いろいろできるんですね。ここからクリスさんがとても面白いスペースを紹介してくれます。2階にありますので、エレベーターに乗れます。Over here, you can see that we've got an elevator. I'm going to go ahead and press this. This elevator takes us up to the simulation room in which we can launch various activities. 何にもないですね。どういうところでしょう。In this space on the second floor is our simulation room in which we can launch various activities. And as you can see, we have many exciting places for you all to explore. To learn more about Engage Link, please visit us at www.engagevr.io. We look forward to seeing you all soon. Engage は一般の人でも使いやすくて、制作ツールもよくできてます。世界中に使われてて、いろんなデバイスでもアクセスできます。よくあるユースケースは、イベント、商品発表、会議、トレーニング、展示会など、インターナショナルなシーンで、交流したい、経営者、教育者、クリエイター向けのプラットフォームです。それに対して日本でもよく知られているソーシャル VR プラットフォーム VR チャットを紹介したいと思っています。VR チャットはエンゲージと全く違うユースペースです。20歳から25歳ぐらいのソーシャル VR ファンがほとんどです。このプラットフォームに集まる理由は遊びたいというのは多いでしょう。しかし、大手がこのメタバースのパワーが分かってきた。これは日産の商品のプレゼンテーションです。遠藤さん、ありがとうございました。それではですね、イベントの開催に先駆けまして、もう一方、日産自動車執行役副社長、星野麻子様よりメッセージがございます。星野副社長、よろしくお願いします。皆さんこんばんは。日産自動車の星野です。本日はお忙しい中お越しいただきましてありがとうございました。今回史上初のメタバース上の発表会に皆様をご案内できることを嬉しく思います。昨年メタバース上に初めてこの日産クロッシングを公開し、コミュニティの方々から多くのご支持や応援メッセージをいただきました。その後も様々なイベントを通してクリエイターやフォーマーの方々との共同を重ね、ついに今夜メタバース上での新車発表会と試乗会を開催することができました。今回の新型車は軽の電気自動車日産サクラです。すごい。すごい。概念を使い皆さん、こんばんは。パーティクルライブ。こんばんは。私はスタッフと試乗会ワールドで運転手を務めさせていただきます。桜庭琴音と申します。簡単にですが、この日産サクラについてご説明させてください。ただいま、皆様の前に登場しましたのは、新型軽の電気自動車、日産サクラです。
このように若い消費者と大企業がメタバースの時代にコミュニケーションを始めてるんですね。エンゲージと全く別世界みたいですね。しかし、日産自動車の経営者が世界の企業の経営者と会議をするときに、おそらく VR チャットではなく、エンゲージのようなプラットフォームで会議をするでしょう。そしてエンゲージではいくつか有名大学のキャンパスがありますので、もしかして日本の若者がそこに留学するならエンゲージを使うかもしれないですね。これからのメタバースの時代にはこういう遠く離れたプラットフォームがつながるようになります。僕ら合同会社ミミルは日本はベースなんですけど、全世界のプラットフォームをフォローするのが強みです。これからはこのチャンネルでこのテーマでビデオを配信していきますが、もっと詳しい情報はノートで記事を配信していきます。いかがでしょうか。今日はいくつかの、ソーシャル VR プラットフォームを紹介したんですけれども、その中で一つも、日本のものは出てこなかったということは気になったという人が、いると思いますけれども、私たちが考えているのはですね、まず、世界中の人たちが参加する、ネットワークのと、それから、自分の好みのデザイン、の空間やアバターを作れるのと、それから値段的にもそう高くないのと、それからこれからの大きなメタバースの、一部になりそうと、互換性があるというのと、考えれば、日本の、中では選択肢は、ほぼないと思います。残念ながら日本は遅れてるんですね。だからぜひとも、外も、向けてですね、世界の中で何があるかと考えた方がいいと思います。その中で僕らは多分、今日紹介した、エンゲージと、それから、VR チャットは、非常に強いではないかと思います。今度はもっとその2つを、紹介していこうと思ってますので、ぜひ、次のビデオも見てください。それからチャンネルを登録して、気に入りの、アイコンも、ぜひクリックしてください。またお会いしましょう。